もっとね、効率化したいと思って、こちらを導入しました。じゃん！マイコン選果機です。皆さんこんにちは、さおりです。はい。以前、かぼちゃの収穫の様子を動画にしたんですけど、あれから1週間くらい経って、だいぶね、かぼちゃも乾燥しました。なので、今回は選果作業の様子を動画にしていきたいと思います。今年はこんな感じでフレコンパックと言われるこのパックの中に収穫したかぼちゃを入れていきました。で、収穫のする時は本当にハサミで切ってどんどんこのパックに入れていくので、中のかぼちゃの大きさはバラバラです。かぼちゃ収穫してすぐの頃はこうヘタの部分が緑色でまだ水っぽい感じだったんですけど、もう今はしっかり乾燥してこんな感じでね、茶色くなっています。で、こう押してね、あんまり柔らかくなければ問題ないです。あんまりね、乾燥しきっていないと、こう箱に詰めて出荷する際に腐ってしまったりっていうね、原因になってしまうので、しっかり乾燥してから行います。ちなみにここは牛舎で、もともと2、3年前までは牛を飼っていました。もうね、いなくなってしまったので、少し改造して、こんな感じでね、牛たちのためにね、扇風機がたくさんついているので、それを利用して乾燥をかけてます。で、今回フレコンパックで収穫して選果に入るので、フォークリフトで釣らなければなりません。なのでね、ここ通路を開けてフォークリフトが通れるようにしてやります。で、今向かっている奥が選果作業を行っている場所です。ちなみに去年はハーフコンテナを使ってかぼちゃを収穫していました。選果の際にはそのハーフコンから1個ずつ取り出してかぼちゃ磨き機に入れてきれいにします。その後大まかなサイズごとに分け、最後にはかりを使って10キロになるように重さを確認しながら箱詰め作業を行っていました。なので1箱作るのに結構時間がかかっていて、去年は 0.7 ヘクタール分かぼちゃを選果するのに約1週間くらいかかりました。ということで去年は結構大変で時間もかかったし、もっとね効率化したいと思って今回はねこちらを導入しました。じゃん！こちらマイコン選果機です。この機械が何かというと、自動でそのかぼちゃの重さを測ってそれぞれねサイズごとに分けてくれる機械になります。この選果機には13本のレーンがあって、それぞれのレーンに何グラム以上、何グラム未満という重さの範囲を設定できます。かぼちゃはサイズの幅が広く、1箱に4玉入りから多いもので10玉入りまで様々です。出荷の際はどの箱も合計で10キロになるように揃える必要があるため、この機械を使って正確に重さごとに分けていく仕組みになっています。よし、ということで重量選果機使ってみましょう。で、電源はどこだ？あった。あ、動いた。あ、びっくりした。はい。こんな感じで回転寿司みたいにここが動き出します。で、この1枚あるところがはかりになっているので、かぼちゃを乗せてあげる。はい。そうすると運ばれていって、その設定されたグラムのところまで行って落ちます。あ、落ちた。見えたかな？という感じで、とっても便利な重量選果機なんですけど、一人ではね、これ作業することができなくて、こうかぼちゃを磨き機に入れる人だったり、実際にこっちで箱詰めする人も必要になってくるので、人数を集めて行いたいと思います。ということで、選果作業の様子ご覧ください。どうぞ。最初に磨き機で土を落とします。た
ただそのままだとフレコンパックから磨き器に入れることができません。なのでまずはパックをリフトで吊って、種芋の選別で使用していたコンベヤにかぼちゃを入れ、そこから磨き器へ送ります。磨き器にはたくさんブラシがついていて、かぼちゃが回転しながらそのブラシに当たることで、表面についている土や汚れを落としてくれます。磨き器で土や汚れを落としたかぼちゃは、次に重量選果機へと移します。ここで1玉ずつ重さを測り、設定した重さごとのレーンに振り分けられていきます。レーンが左右に分かれているので、それぞれで箱詰め作業を行います。この時は4玉や5玉サイズが多かったので、左側でその2サイズの箱詰めを行い、それより小さめの6玉以上のサイズは右側で箱詰めをしていました。ちょうどお盆のタイミングで選果作業が始まりました。今年は収穫を近所のお友達の農家さんと協力して行いました。なので選果作業も一緒にやっています。玉数に合わせてかぼちゃを縦に並べたり横にしたり少し斜めに置いたりと工夫しながら箱の中にきれいに詰めていきます。箱にかぼちゃを詰めたら最後にカートンシーラーという機械に通します。この機械を使うと箱の上面に自動でテープを貼ってくれるので、いちいち手でテープを留める必要がありません。完成した箱を順番に積んでいきます。さっきのカートンシーラーで事前に段ボールを作っておくんですが、箱詰めのスピードが速くてあっという間になくなります。なので途中で段ボールを作りつつ選果作業をしています。次はトラックに乗せて出荷先へ運びます。箱詰めできたので、これから出荷に行ってきます。よいしょ。もうね、昨日のうちに、うちのトラックとお友達のトラック2台にね積んであるので、かぼちゃをそれを運びます。昨日は1日で1000箱くらいかな作りました。なんでもう夜のうちにね、それをこの4トントラックに積み込んで、でも農協出荷なんですけど、こう農協が開いたらね、受け入れ開始されたら持っていけるような状態にしてありました。一応ね、こうラップっていうかな、ラップっていうのを巻いて崩れないようにはしているので大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとカーブとか曲がる時とかは真剣に行きます。久々に4トンに乗って小麦の収穫時期を思い出します。はい、到着。行ってきます。パレットという荷物をまとめて乗せるための大きな板の上に70箱ずつ積んで出荷をします。4トントラックだとパレットを4枚乗せることができたので、合計で280箱を一度に運ぶことができました。無事に出荷が終わったので選果に戻ります。栗大将という品種を先に収穫したので、まず先にそっちを箱詰めして、栗大将の出荷がすべて終わり次第、栗将軍の選果作業を始めました。一番大きい4玉サイズだと重さがだいたい 2.5kg、10玉サイズだと1玉 1kg 程度でかなり違いがあります。で、このかぼちゃ磨き器に入れる時とか、
磨き機から出てきて重量選果機に置くときに傷がないかとか、あと悪くなってるものはないかっていうのを確認しています。ちょっと分かりますかね、黄色っぽくなっている、これは日焼けをしている部分になります。特にね、中に問題はないんですけど、ちょっとね日持ちが悪くなるというのがありまして、箱詰めの際には入れないようにしています。さっきとは違ってこの鮮やかなオレンジ色はしっかり甘みが乗って熟しているという証拠です。パレットがいっぱいになったらリフトでトラックへ運びます。ちょうどこのカーブがぶつかりそうでめちゃくちゃ慎重になってます。トラックに積んでまた運びます。お盆期間でもずっと出荷を受け付けてくれてるので、とても助かりました。順調に選果作業を行っています。もうね、収穫作業だったらさすがにもう5日間続くとヘトヘトなんですけど、選果作業はね室内で一応扇風機も回ってる状態なのでわりかし楽です。今年は干ばつの影響でかぼちゃを収穫前にちょこちょこ見た感じだと割と小さくって収量も少ないのかなっていう感じだったんですけど、実際に収穫してみると思っていたよりは収量があったかなという感じです。選果作業中も結構4玉サイズだったり5玉サイズ2キロ以上のね割と大きなかぼちゃが多かったので、悪い日にしては良かったのかなと思います。この重量選果機を取り入れたことで本当に箱詰めが早くなりました。去年2人でやって1日できても 0.1 ヘクタールくらいだったのに、今年は1日で 0.7 ヘクタールほど箱詰めできています。一つ懸念点だったのはパックからもっと簡単に出せるかなと思っていたんですが、実際は結構大変で一人はかぼちゃを出す係になってしまいました。ただ収穫の時にパックを使う分にはハーフコンテナよりも場所を取らずたくさん入るというメリットがあるので、その点は大きいと思います。お盆が終わって選果作業もね一旦ストップしました。5日間くらいですかね、選果作業を行って1日にできたのがだいたい 0.7 ヘクタール分くらいで、1000箱から多い時で1300箱くらいですかね、箱詰めできました。去年は1日できても2人だったんですけど 0.1 ヘクタールくらいだったので、それに比べるとすごいスピードです。だいたい作業はね、6、7人で行っていたんですけども、やっぱりこの重量選果機がねもう全部サイズを分けてくれて、ここにいる人たちはそのサイズ分けされたものをただ箱に詰めていくだけなので、初めて選果作業をする方でも箱詰めのねコツとか覚えてしまえば割とね簡単だったんじゃないかなと思います。でまだねかぼちゃの収穫作業終わってはいなくって、残り、全部で3ヘクタール分くらいあるので、またね収穫作業頑張ります。で終わり次第こっちの選果作業も進めていくっていう感じです。ということで今年はねまた新しくこの重量選果機を導入してとってもね効率が良くなりました。そう来年からもっとねかぼちゃ増やす予定でもあるので、これからも頑張っていこうと思います。この重量選果機良かったよって思った方はチャンネル登録、いいねぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。